おはようございます。赤津です。昨日に続き今日も天気が良かったので、来てしまいました。昨日は概要本当に始めた頃の話をしておったんですが、おそらく形構造とかどんなものを RC アップライト工法で考えていたのかなということがなかなか想像つかなかったと思いますので、今日はその説明をしたいと思います。昨日も少しだけ話しましたが、基本的に一方向の壁を鉄筋コンクリートの30センチの厚みの壁を作るということです。でその壁を、下の基礎、いわゆるベタ基礎という1枚の基礎ですが、こちらで、全てを荷重を支えているということになります。で、さらに、2階の床、これも RC の壁に直接、荷重がかかるようにしております。それから、屋根の荷重は、その300の壁の一番上のところに荷重が乗るようにしています。でこれは何を言っているかというとですね、これからちょっと絵をお見せしますので、その中で説明をしていきたいと思います。見ていただいたですね画像ですけれども、これはコンクリートの先ほどの三間長屋の構造です。真ん中にですね木造の 2x4 の壁とか、間仕切り壁とか、それから床とか屋根とかあると思うんですけど、これはあくまでも構造体の話ですが、プロの方ならわかると思うんですが、この例えば2階の床を見ていただくとですね、この床のところの梁というか、それは、両側の RC の鉄筋コンクリートの壁に荷重を持たせていると。それから屋根の方もですね、先ほど言ったようにその30センチの壁の頭のところに、乗っかっています。つまり荷重はそちらの両方とも、RC の壁に荷重がかかっているということですね。でこのことから分かるように、1階の間仕切り壁とか、2階の間仕切り壁、仮にこれを全部取っ払ったとして、空間にしたとしても床と屋根は残るんですね。これが非常に珍しい形でして、もう一つそこで珍しいのはですね、ファサードって建築では言うんですけど、ファサードっていうのは建物の正面です。正面の外観のことをファサードと言います。でこの形状からするとファサードも木造で作ることになるんですね。ということは、外装についてもこの面に関して、この正面の面と裏側もそうなんですが、この両側を取り替えることができると。あってもなくても構造的には問題ないっていう状況になっちゃうんですね。これが非常に珍しくてですね、他の構造ではないんです。で私はこれをですね、よく言われるスケルトンインフィルっていう言い方があるんですが、そのスケルトンインフィルっていうのはですね、スケルトンっていうのはまさしくコンクリートだけの状態、中を空っぽにしてですね、マンションなんかで、内装を全部空っぽにしてコンクリートをむき出しにするとかですね、そういった状況をスケルトンって言います。でインフィルっていうのはそのスケルトンになった中をまた新しく改装するというか、直すと、きれいにするというのがインフィルです。で私はですね、このスケルトンインフィルに新しい造語なんですが、アウトフィルっていうものを付け加えたいと思っています。アウトフィルっていうのはいわゆるファサードの外装ですね。これをアウトフィルというふうに呼んで、いわゆる3つあるような会話の構造にしております。これはおそらく世界どこ見てもその考え方はないかと思います。で、一応今構造的にはこういう構造ですが、もう一枚分かりやすい建物、
の絵としてですね、100年持たせる RC アップライト工法の基本構造という形になってますが、もうすでにですね100年のコンクリートを持たせるという技術はもうすでにあるみたいですね。20年前はまだそこまで、言われてなかったんですが、もうすでに100年持たせる方法はあるみたいです。で、そうなるとですねそもそもコンクリート、鉄筋コンクリートって何年持つのかっていう話になるんですが、これは新しいこの鉄筋コンクリートっていう考え方がまだ近年なので、実際に一番長いのでもおそらく90年とか100年あるのかな、マンハッタンにあるですねエンパイアステートビルディングが築95年だそうです。ですから、あれは鉄筋コンクリートというよりも鉄骨造ですね。ですから鉄筋コンクリートというのはもっと長いのかもしれませんがいわゆる文献によると100年から150年ぐらいは持つでしょうということが書かれています。で、この構造を見ていただくとですね左側は戸建て住宅なんかの場合の1軒分の形状をしています。で右側の3軒分というのは今回先ほどお見せしたような形で3軒を建てているということですが、先ほど言ったようにこのコンクリート部分をですねいかに長く使えるようにしておくかというのが重要なことでしてね、いわゆる今の建築っていうのは果たして何年持たせるつもりで、設計なり施工をしているのかということになるんですね。これはですね非常に今の設計の中で、考えられる中ではですね実はあまり考えられていないというか、例えばこの建物200年持たせますよっていうのはなかなか言われてないんですね。最近になってようやく200年持たせますよっていうのが出てきてるようなんですが、保証もしますよっていうことも言われてますが、それはあくまでも鉄筋コンクリートの部材の話であって、今の、スケルトンインフィルまではあるんですがアウトフィルっていうところまではさすがにないようですね。で、私が思うにはその構造体がいかに長い期間伸ばせるか使えるかっていうことはこれ重要でですね、いわゆるよく言われるサステナブルとかですね、それから CO2 の排出基準なんかを考えるとですね、この構造体を残すということは非常に貢献できるんですね。50年に一度にしてもですね、あるいは200年だと、結局4回あるわけですね。これがですねすごく CO2 に対しては減量できるわけです。これもまた後日お説明しますけれども、そういったことでですね非常に優れているっていうのが一つあります。で、昨日もちょっとお話ししたんですが、なぜこの会話っていうかこのアゼラスを、推し進めようとしたかっていう中にですねもう少しちょっと説明したいんですが、昨日もお話したように AI から進められてっていう話をしましたが、実際進められたんですね。これはいわゆる、Google のですね AI モードっていうのがあるんですが、こちらで最初聞いたんですね。 RC アップライト工法知ってますかっていうことを聞いたんです。で、その後いろいろな AI にも聞いてみました。チャット GTP とかクロードとか、それからその他もろもろ、いわゆる5つぐらいの AI に同じ質問を何度もしたんですね。この RC アップライト工法、今はアゼラスと言いますけども、このアゼラスに対して、アズラスに対して、どう思う、どういうことになっていくでしょうかということを何度も尋ねたんですが、その度に回答の最後はですね、これはなんとか将来に向けて、発展できるっていうか、要は将来に向けて残しておくべきものだということをどの AI も言ってたわけです。でそういうことで、私は
今回これに対していろいろ情報を発信しようというふうに思ったのですね。今日もこのぐらいのところで終わらせておきますが、構造的については理解いただけたかと思います。ではまた、後日よろしくお願いいたします。